こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。ストリートフードの旅へようこそ。このポッドキャストは日本各地の最高に美味しい屋台料理を一緒に楽しむ番組です。僕はホストのレンです。今日はとっても楽しい回になりますよ。こんにちは、レンさん。そしてリスナーの皆さん、はじめまして。私はひなと言います。屋台料理は私の大好きなテーマなので、今日お呼びいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ。ひなさんは本当に食いしん坊として有名なんですよね。食いしん坊というのは食べることが大好きな人のことです。いい意味で。そうですね。否定できません。食べることは私の情熱です。情熱は何かをとても深く愛する気持ちのことです。食べることと旅することが組み合わさったら最高ですよね。今日のテーマは日本のストリートフード、つまり屋台料理です。屋台というのは道端や祭りの会場などに設置される小さな食べ物の露店のことですね。ひなさん、まず全体的な印象から教えてもらえますか？日本のストリートフード文化はとても豊かで多様です。多様というのはいろいろな種類があるという意味です。お祭りの屋台から都市部の屋台横丁まで日本全国で様々な美味しいものが楽しめます。しかも地域ごとに全然違うんです。そうですよね。日本は地域によって食文化が全然違うのが面白いところだと思います。食文化とはその地域の人々の食べ物や食習慣のことです。ひなさんはどの地域のストリートフードが特に好きですか？う難しい質問ですね。強いて言うなら大阪と福岡かな。強いて言うならというのは一つだけ選ばないといけないとしたらという意味の表現です。でも日本中どこに行っても絶対に美味しいものがありますよ。では最初の料理について話しましょう。まずは絶対に外せないこれ、たこ焼きです。皆さん、たこ焼きについて教えてください。たこ焼き大好きです。たこ焼きは大阪発祥のストリートフードで、発祥というのはそこで生まれた、始まったという意味です。小麦粉で作った生地の中にタコ、つまりタコのかけらと天かす、紅生姜などを入れて特別な丸い型で焼いて料理です。外はカリカリ、中はトロトロ。カリカリとトロトロ。これは擬態語ですね。擬態語とは状態や様子を音で表現する言葉です。カリカリは外側が硬くてサクサクしている感じ。トロトロは中が柔らかくてとろける感じを表しています。そうです。日本語はこういった擬態語や擬音語がとても豊富ですよね。豊富というのはたくさんある、充実しているという意味です。料理を表現するのに特に使いやすいと思います。そしてたこ焼きの上にはソース、マヨネーズ、青のり、鰹節をかけるのが定番です。鰹節がたこ焼きの熱でゆらゆら動いているの見たことありますよね。あれ何度見ても感動するんですよね。わかります。まるで踊っているみたいでとても可愛いですよね。大阪にはたこ焼き屋が至る所にあって、至る所というのはどこにでもあるという意味ですが、地元の人はそれぞれお気に入りのお店を持っているんです。ちなみにたこ焼きを家で作ることはできますか？できますよ。たこ焼き器という専用の調理器具があって、調理器具というのは料理に使う道具のことです。日本の家庭にはたこ焼き器を持っているところも多いです。友達や家族と一緒に作るたこ焼きパーティーの楽しいですよ。次は焼き鳥について話しましょう。焼き鳥は日本の屋台や居酒屋で大人気のストリートフードですよね。居酒屋というのはお酒と食べ物を楽しむ日本の伝統的な飲食店のことです。焼き鳥は最高ですね。鶏肉を小さく切って串に刺し、串というのは竹や金属でできた細い棒のことです。炭火で焼いた料理です。炭火というのは木炭を燃やした火のことで、これで焼くと独特の香ばしい風味が出るんです。香ばしいというのはどういう意味ですか？香ばしいというのはいい香りがして食欲をそそるような、焼けた時の良い匂いを表す言葉です。例えばパンが焼ける匂いや肉が焼ける匂いなど。焼き鳥の場合は塩味とタレ味があって、タレというのは醤油、みりん、砂糖などを合わせた甘辛いソースのことです。僕は絶対にタレ派です。ひなさんはどちらですか？これは難しい。部位によって違いますね。ネギマやもも肉はタレが合うと思うんですが、砂妻やつくねは塩が好きです。砂妻というのは鶏の消化器官の一つで、
つくねは鶏のひき肉を丸めて焼いたものです。焼き鳥って部位がたくさんあって奥が深いですよね。奥が深いというのは表面だけでなく深く知れば知るほど面白いという意味の表現です。日本語のよく使う慣用句の一つです。本当にお祭りや花火大会の時に焼き鳥の煙が漂ってくる匂いを嗅いだ時の幸福感というのは幸せを感じる気持ちのことです。あの匂いだけで夏の思い出が全部蘇ってきます。ひなさん、お好み焼きはどうですか？たこ焼きと同じく大阪で有名ですよね。お好み焼きは私の大好物の一つです。大好物というのは特に大好きな食べ物という意味です。お好み焼き自体が面白くて、お好みは好きなもの、焼きは焼いたもの、つまり好きなものを入れて焼いたものという意味なんです。名前の由来を聞くと料理がもっと面白く感じますね。由来というのは名前や物事の起源、元々の話のことです。お好み焼きにはどんな具材が入るんですか？基本は小麦粉と卵、キャベツの生地に豚肉、エビ、イカ、チーズなど好きな具材を入れて焼きます。具材というのは料理に入れる食材のことです。仕上げにソース、マヨネーズ、青のり、鰹節をかけて、見た目も豪華でボリューム満点です。ボリューム満点というのは量がとても多くてお腹いっぱいになるという意味ですね。広島風と大阪風、違いはありますか？ありますよ。大阪風は具材を生地に混ぜ込んで焼きますが、広島風は生地と具材を層にして重ねて焼くんです。層というのは重なった薄い部分のことです。広島風はさらに中華そばも入るのも特徴的です。そうか、焼きそばも屋台の定番ですよね。お好み焼きと焼きそば、両方食べたいときはどうすればいいですか？広島風を食べれば解決です。1枚でどちらも楽しめますから。焼きそばといえば、お祭りの屋台でソースで炒めた焼きそばの匂いって本当に食欲をそそりますよね。食欲をそそるというのは食べたくなる気持ちを引き起こすという意味です。屋台といえばお祭りですね。日本のお祭りの屋台文化についても話しましょう。ひなさん、お祭りの屋台で特に思い出に残っている食べ物はありますか？小さい頃毎年夏祭りに行っていたんですが、必ずりんご飴を買ってもらっていました。りんご飴というのはりんご全体を赤い砂糖の飴でコーティングした棒に刺さったお菓子です。コーティングというのは全体を覆って包むことです。あの赤くてピカピカ光る見た目が子供の頃は魔法みたいに見えて。わかります。りんご飴のあのパリパリした飴をかじると、下のりんごのジューシーさが出てきて、あれは本当に特別な体験ですよね。ジューシーというのは果物などの水分が豊富でみずみずしいという意味です。他にもチョコバナナ、かき氷、綿あめ、金魚すくいのそばで食べるポップコーンとか。綿あめというのは砂糖を機械で細い繊維状にして綿みたいな形に作ったお菓子です。英語ではコットンキャンディーと言いますね。あはは夏祭りに行きたくなってきました。かき氷も忘れてはいけませんね。氷を削ってシロップをかけたもので、暑い夏にはたまらない。たまらないというのは、とても良くて我慢できないほどだという意味です。最近のかき氷は進化していて、進化というのは以前より良くなって発展したという意味ですが、宇治抹茶や練乳、フルーツなど高級な味付けのものも増えています。もはや芸術作品レベルのものもありますよ。地域ごとの特色あるストリートフードについても教えてください。特色あるというのは、その地域ならではの特徴を持つという意味です。福岡といえば何ですか？福岡といえば屋台文化が非常に発達していて、発達しているというのはしっかりと育ち充実しているという意味です。中洲や天神などのエリアに夜になると屋台が立ち並んで、ラーメン、おでん、焼き鳥などが楽しめます。博多ラーメンは豚骨スープの濃厚なラーメンで、濃厚というのは味が深くてこってりしているという意味ですが、屋台で食べると格別です。格別というのは特別に美味しい、普通とは比べ物にならないくらいいいという意味ですね。屋台で食べる料理は雰囲気も一緒に味わえるから、お店で食べるより特別に感じますよね。まさにそうです。雰囲気というのはその場所の空気感や独特の感じのことです。福岡の屋台は夜の屋外で隣の人と肩を並べて食べる感じが独特の連帯感を生み出します。連帯感というのはみんなが一緒にいるという仲間意識のことです。他にはどんな地域特有のストリートフードがありますか？
京都なら抹茶スイーツですね。抹茶を使ったアイスクリームや和菓子が観光地の屋台でたくさん売られています。和菓子というのは日本の伝統的なお菓子のことです。北海道ならスープカレーやじゃがバター。じゃがバターというのは蒸したじゃがいもにバターをたっぷり乗せたシンプルな料理ですが、北海道のじゃがいもは甘くてホクホクして最高なんです。ホクホク。また擬態語が出ましたね。ホクホクというのは食べ物が温かくて柔らかく、口の中でほぐれるような食感を表す言葉です。北海道の食べ物はどれもクオリティが高くて有名ですよね。最近の日本のストリートフードトレンドはどうですか？新しい食べ物や流行はありますか？トレンドというのはその時代に流行っているものや傾向のことです。最近すごく増えているのがインスタ映えするストリートフードです。インスタ映えというのはインスタグラムなどのSNS に投稿した時に見栄えが良くてたくさんの反応をもらえるという意味の現代語です。例えば巨大なクリームパフや彩りどりのタピオカドリンクなど。ありますね。クリームパフというのはシュークリームのことで、最近は普通のものより何倍も大きなものや特別なフレーバーのものが人気ですよね。フレーバーというのは味や風味のことです。でも、流行に乗ったものだけでなく、やっぱり昔ながらの屋台料理が根強く愛されているのも日本らしいと思います。根強くというのは、長い時間をかけて培われた強いつながりや人気のことを表します。たこ焼きや焼き鳥、たい焼きなどは時代を超えて愛され続けています。たい焼きを忘れていました。たい焼きって本当に美味しいですよね。たい焼きというのはタイという魚の形をした型で焼いたお菓子で、中に小豆あんが入っています。あんというのは小豆を砂糖で煮て作った甘いペーストです。たい焼きは最高ですよ。最近はあんこだけでなく、カスタードクリームやチョコレートなど、いろんなフィリングのものもあります。フィリングというのは中に詰める具のことです。でもやっぱり私はオーソドックスなあんこが一番好きです。オーソドックスというのは昔ながらの伝統的なという意味です。ひなさん、ここで素早い質問コーナーです。考えすぎずに最初に浮かんだ答えを言ってください。準備はいいですか？はい、行きましょたこ焼きか焼き鳥、どちらか一つしか食べられないとしたら？たこ焼き。大阪人としてこれは外せない。すっかり大阪愛が出ましたね。お祭りといえば夏祭りと冬のイルミネーションイベント、どちらが好きですか？夏祭り。浴衣を着て花火を見て屋台のご飯を食べて。浴衣というのは夏に着る軽い和服のことです。あの空気感は冬では変えられない特別さがあります。人生最後の食事にストリートフードを選ぶとしたら何ですか？そうですね。博多の屋台で食べるラーメンです。夜の川沿いで熱々のスープを飲みながら。あの情景が浮かんだ瞬間、それが答えだと分かりました。情景というのは目の前に広がる風景と雰囲気が合わさった情感のある場面のことです。素敵な答えですね。食べ物って風景や記憶と一緒になって心に深く刻まれますよね。刻まれるというのは心や記憶に深く残り忘れられなくなるという意味です。本当に食べることは記憶を作ることでもあると思います。特に誰かと一緒に食べた時間は食べ物の味と一緒に永遠に残りますよね。永遠というのはいつまでも続くという意味です。ひなさん、今日は本当に素晴らしい時間でした。たこ焼き、焼き鳥、お好み焼き、りんご飴、かき氷、博多ラーメン、日本のストリートフードの豊かさを改めて感じました。改めてというのは新たにもう一度気づくという意味です。本当にその通りです。こちらこそレンさん、ありがとうございました。日本のストリートフードは単に美味しいだけじゃなくて、日本の文化や人々のつながり、季節感、地域のアイデンティティが全部詰まっていると思います。アイデンティティというのは自分たちらしさ、独自性のことです。その通りですね。屋台の前に立って煙の匂いを嗅いで見知らぬ人と隣り合って食べる、その体験自体が日本文化の一部だと思います。見知らぬ人というのは知らない人のことです。食べ物は人をつなぐ力を持っています。そしてこのポッドキャストを聞いている皆さん、ぜひ日本に来たらストリートフードを食べてみてください。観光地のレストランもいいですが、屋台や露店の料理にこそ本当の日本の味と心があります。露店というのは道端に設けた小さな売り場のことです。
本当にその通り。そして日本語を勉強している皆さん、今日の会話の中でたくさんの言葉や表現が出てきましたよね。聞き直して気になった表現を書き留めておいてみてください。書き留めるというのは後で忘れないようにメモするという意味です。食べ物の話を通して日本語を覚えると楽しいですよ。次回はどのテーマですか、レンさん。楽しみにしています。それはお楽しみに。今日のストリートフードの旅はここまでです。ひなさん本当にありがとうございました。そしてリスナーの皆さん、もし楽しんでいただけたらぜひ高評価と登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。またお会いしましょう。ありがとうございました。またね皆さん。いただきます。